Steam デック最高。何それ？ Steam ってPC ゲームを買える Steam？ Steam デック最高。お前も Steam デック最高と叫びなさい。そうそう、その Steam が開発したゲーム機、それがこちら。何その幅広なコントローラー部分ダサすぎん。てかそもそも全体的にデカすぎん。どもども吉田です。今回からアシス担当する悪魔です。とりあえずでかい。でかって思うじゃん。私も最初はいらないなぁと思ってたんだけど、実際に手にしてみるともう完全敗北。めちゃくちゃ面白い。好き。Steam デックって何を遊べるの？ Steam で購入したゲームが遊べるよ。ってことは PC なの？って思うよね。私も最初はいわゆるコントローラーがついた PC だと思っていたんだけど、このハードはゲーム体験を重視してゲームを遊ぶためにしっかりと作り上げた間違いなくゲーム機なんだよね。気になる。ではこんな感じで進めていきます。では開封しながらスペックを見ていきましょう。Steam デックとは、Steam を運営しているバルブコーポレーションという会社が、Steam のゲームを遊べる携帯ゲーム機として開発した端末です。昨年発表され、今年2月には販売開始されたものの、なんやかんやで日本販売開始は8月に、そして12月17日、ようやく届きました。なんで日本の販売はこんなに遅かったんだ？わからん。でもすでに海外での評判が良かったので、発送が近くなるにつれて、思っていたより良いのかもしれないとハードルも上がっていました。過度な期待は危ないぞ。期待しすぎてげんなりすることもなく、しっかりと上回ってきました。やるじゃん。Steam デックってスペック高いの？一応ゲームが動かせるよ。スペック高いから良いってこと？馬力的な面もあるにはありますが、それに加えて独自 OS のチューニングの使いやすさ、そして何よりゲーム自体が正式に Steam デック対応していることによる快適さが別格です。ゲーム自体が？後々説明しますが、気持ちいいトラックパッドなどによるコントローラーの使いやすさ面白さが他のハードにはない感覚です。コントローラーの新しさは良いね。販売ストアはこちらのコモドストア。聞いたことない名称のサイトだな。これでもオフィシャルサイトです。購入できるのは1人1台のみ。モデルは3つのバリエーションで、64GB モデルが59,800円、256GB モデルが79,800円、512GB モデルが99,800円、512GB に増やしてプラス4万か。512GB モデルは他にも特別な液晶ガラスになっていたり、特別なケースがついていたりするけど、それがプラス4の価値あるかと聞かれたら、個人的には割高に感じてしまったので、64GB モデルに 512GB のマイクロ SD を挿して運用します。マイクロ SD って読み込み速度とか遅くなるんじゃないの？まあそういうのが気になる方は SSD を換装するのも良いかも。でもそれって保証対象外になるんじゃないの？じゃあ 512GB モデル買えや。てかゲーム機に6万って高くない？他の Windows 携帯ゲーム機はだいたい10万円くらいするので、その対比的に6万円は安いと感じます。高級品やな。PS5 のディスクドライブ搭載版も6万なの忘れんといて、ちなみにドル換算では399ドルなので、発表時点では4万5000円くらいじゃね？ありえんくらい安いと騒がれていました。円安。早速開封していきます。箱は特に何も記載されていない段ボールで、この中にさらに箱が入ってるのかなと思いながら開封すると内側には多言語の羅列、そして入っていたのは小さな箱と専用ケース。かなり低コストな梱包って感じだね。まあでかい箱いらないって人も多いですからね。さて開封ペリペリといきたいところだったんですが、うまく開かず残念な感じに。専用ケースはタグで閉じられていて、ハサミで切って開けるとSteam デック本体。付属の箱を開けると充電器と説明書が現れました。まずはシェルの質感、ザラザラとテクスチャー感のあるプラスチックで高級感があるとは言えないものの良い触り心地、握り心地です。アップル製品みたいなクオリティを求めちゃいかんよ。プロポーションもすごく良くて、思ってたよりだいぶかっこいい。素材感やサイズの大きさから、ちょっとやそっとじゃ壊れないようながっちり感があります。落としても壊れなさそう。いや多分壊れるだろ。色は黒の一色のみなので、海外ではスキンシールを貼って差別化し楽しんだりすることが多いようです。スキンシール試して自分だけのスチムで作りたい。本体表面には右側にメニューボタン、Xbox 配置の ABXY ボタン、アナログスティック、トラックパッド、クイックアクセス、スピーカーがあり、左側には表示ボタン、十字キー、アナログスティック、トラックパッド、スティームボタン、スピーカー、画面部分上の左右にある小さなくぼみはマイクです。マイク何に使うんだろう。配信かな？本体背面には冷却ファン吸気口と割り当て可能なボタンが左右に2つずつ、合計4つ。ボタン多いね。背面ボタンに関しては使っても使わなくてもって感じの仕様です。あとこの銀色の棒何？これは随分前にアリエクで購入したスマホ用のスタンドなんですけど、ちょうど良さそうだなと思ってつけました。つける前に撮影しろよ。試しにつけてみたら思いのほか便利で外せなく、左右の側面には何もなし、上側面には左から L2L1 ボタン、音量ボタン、ヘッドフォンジャック、冷却ファン排気口、充電ポート、ステータス LED、電源ボタン、R1R2 ボタン、ショルダー
ボタンは前後で L1、L2 と配置されていて、指のカーブに合うように設計されています。不思議な形。下側面には右側にマイクロ SD スロットのみ。サイズだけ言うとかなり大きいです。Y は任天堂スイッチもちょっと大きいって思うから大きすぎて腰を抜かしたぜ。私も基本的に小さめな携帯ゲーム機が好きなので手に入れる前まではこのサイズはないよなと思っていたんですが、実際に手にしてみると大きすぎることによる不満は感じません。嘘だ。なぜかというと、これはもはや携帯ゲーム機じゃないんですよね。どういうこと？画面がついてて、持ち運べる、据え置き機って感覚で一番近いので言うと Wii U。確かに、なんとなく Wii U のゲームパッドに似てる気はする。小さく作ろうとか考えていなくて、全く携帯ゲーム機じゃないのが逆に効果的という印象。重量については思ってたほど重くないという意見が多く、私も最初に手に持った時には同じ意見を持ちました。いやでもしばらく手に持って使ってみるとやはり重い気が。669g あるのでそりゃ重いんですが、そんなにしんどくはないんですよね。理由は重量バランスとグリップ感の良さ。重量バランスというのは、例えばスイッチでグリップコントローラーを装着して遊ぶと、コントローラー部分は軽く、画面部分が重いような印象になります。他に言うと、例えばスマホにコントローラーを装着して遊ぶとき、コントローラーよりもスマホの方がずっと重いので後ろ側に倒れようとして、それを支えようと親指にめちゃくちゃ負担がかかりますよね。指痛くなる。スティーンデックではそういった重量バランスの違和感がなく、割と均等に重量が分散しているので負担が少ないと感じます。なるほどね。あとはグリップの良さによるものが大きいです。スティーンデックのグリップ部分は、ただコントローラー形状を模倣したようなものではなく、手のひら全体で包み込むようにホールドできるような形状、そしてコントローラーが上部にまとまっているので、必然的に重心が下側に傾くようになり、重量による負担が軽減できています。これがなかなかよくできています。すごい。まあとはいえ、手首は疲れてくるので遊びにくいでしょ。でも持ったままごくごく自然に膝の上やテーブルの上に端末を置いてごらん。これでも全然快適だな。7インチという画面サイズで十分に視認できることと、持ち方を上下方向に多少動かしても成立するのが、すごく自然に置きスタイルを誘発しているんですよね。スイッチライトとかだと画面サイズの問題で、どうしても端末を顔の近くに持っていきたくなるよね。遊んでいるゲームの画面構成にもよるけど、基本的な PC ゲームは結構文字小さめだから7インチあると助かるね。ボタンの押し心地もいわゆる携帯ゲーム機的なものではなく、コントローラーらしい押し心地、スイッチのジョイコンのようなカチカチとしたものではなく、Xbox コントローラーのような押し心地、アナログスティックもかなり出っ張っていて、倒す距離が大きいので合う合わないあるかもしれませんが、質感が良いので大体の人は満足できそうです。ボタンは人によって好みがあると思うけど、これは大体の人が満足できそうだね。それよりもこのボタン配置よ。横並びのボタン配置ってどうなの？これがめちゃくちゃ非常に素晴らしい。自然にアナログスティックとボタン十字キーを行き来できます。確かに十字キーで遊ぶのも、アナログスティックで遊ぶのも全くストレスないかも。ショルダーボタン LR ボタンがまたすごく特殊な形状をしていて、指馴染みが良い L1R1 がタクトスイッチ系の押し心地、L2R2 がトリガータイプのストロークが長いものとなっています。そして何より面白いのがトラックパッド。面白い。対応しているゲームなどで触ると触覚フィードバックがあり、まるでマウスホイールを転がすような食感があります。この感覚がかなり気持ちよく、無駄に触りたくなってしまいます。確かに気持ちよい。いわゆるマウス操作もこれでできるからかなり快適。背面の4つのボタンは自由に割り当て可能で便利に使うことが可能ですが、間違って入力されないようにしているのか、かなり固めで使いこなすには慣れが必要そうです。今のところほとんど使ってない。液晶はタッチパネルの7インチ、解像度 1280×800 のアスペクト比16対10です。昨今のモニターはほぼ16対9だよね。若干見え方が違うんじゃないの？この点に関しては調べてみて初めて気づいた。鈍感じゃん。16対9にしか対応していないゲームを遊ぶと、上下に無駄な帯ができてしまうのが少し不満。輝度はかなり明るくなり、HD 解像度とは思えない綺麗さです。液晶に関しては特に不満を感じません。512GB の液晶ガラスは反射防止っぽい感じらしいよ。私も反射防止が好きなので、適当な反射防止フィルムを買って貼ったらなんか青くなって後悔してます。ダメじゃん。買い直せ。はい、そして本端末で一番ビビったのが、スピーカーの良さ。絶対に指で覆われない位置。画面のそばにあるのでダイレクトに耳へと届き、音量を上げてプレイすると没入感を爆上げしてくれます。音ってこんなに大事だったのかと気づかされました。でもスピーカーで遊べる環境であればだよね。イヤホンなしで遊んでみてほしい。わかりやすいようにスイッチとスティーンデックの同じゲームで比較してみました。
録音で聞いててもめちゃくちゃ違って笑える。そうなんよ。誰が聞いてもわかるくらい良いサウンド体験を得られると思う。レトロゲームとかもこれで遊んだらぶち上がりそうやな。このスピーカーで遊ぶためにスイッチで買ったゲームを Steam で買い直しちゃいそう。Steam Deck には SteamOS という Linux ベースの独自 OS が搭載されています。これが非常に使いやすくて完全に心打たれました。これいわゆる PC のインターフェースを変更したくらいのものでしょ。いわゆる PC で Steam のビグピクチャーモードを遊んでる感じでしょ。全く違うんですよね。完全にコントローラー操作を重視したレイアウト操作性でタッチパネルでの操作やキーボード操作は必要ありません。ゲームタイトルを選んで起動するだけの直感的でシンプル、グラフィカルなメニュー画面です。それってそんなに大事？ Windows でもランチャーなどを使うことでコントローラー操作をメインとして遊ぶこともできるにはできますが、ところどころでタッチパネル操作が必要になったり、カーソル操作が必要になったりします。その都度対応すればいいと思うけどな。なんだろう、トイレの蓋が自動で開くのが便利みたいな。ひどい例えだけど、なんとなくわかる。あとはメニュー画面やスリープで放置してても、ずるずるとバッテリーが減らないので、スリープ状態での運用もかなりしやすいというのが、個人的には大きいです。スイッチみたいにとりあえず中断したい時はスリープにしておくみたいな遊び方ができるのは、細かい時間で遊びたい人にとってはありがたいね。あとこれ大事、Steam Deck に対応しているゲームは、つまり基本的にコントローラーや動作の最適化も含めて対応しているってことなんですよね。本当に？サイバーパンク2077はさすがに重いと思いきや、グラフィック設定で Steam Deck って項目があるし、コントローラー設定に公式設定みたいなのがあって、いちいちボタン割り当てしなくても遊べちゃうんですよね。でもさすがにインディーなどでは対応していないゲームは遊べないんでしょ？全然遊べます。まあ、中では本当に対応していなくて起動しないのもあるけど、私が持っているインディーゲームは全部遊べました。さすがにマウス操作のゲームは遊びにくいでしょ？いわゆるポイント&クリックアドベンチャーとか。それもトラックパッドタッチパネルで遊ぶことが可能なので、これがまた快適。トラックパッドはもっと使いにくいかと思ってましたが、すごく直感的で快適に操作することができます。トラックパッドやるな。あとついでに言うとジャイロも対応していて、FPS ゲームなどで右アナログスティックを触りながら傾けるとスプラみたいな感じでジャイロ操作できます。なんだこれ、めっちゃ面白いぞ。ゲーム中に Steam ボタンを押すと、コントローラー設定やゲームの終了、メニュー画面への移行などが可能で、すぐにやめたいけどゲーム内での操作ではやめれない、みたいな時も強制的に終了できますし、ボタンの組み合わせでショートカットキーとして動作する点もなかなか使いやすいです。スクショ取ったり、キーボードを立ち上げたりするのは必須。ちなみにショートカットキーがわからなくなった場合は、Steam ボタン長押しで表示されるね。Windows であればもう一手間必要な設定がクイックアクセスボタンで変更できるなど、このハードをコントローラーで使うことを最大限に活かせてるんですよね。かゆいところに手が届く感。パフォーマンス表示も可能です。勉強不足でよくわかりません。いわゆる PC みたいなデスクトップを表示させるデスクトップモードもあります。これを使えば Windows のように使えるのでは？あくまで Linux のデスクトップモードなので、ちょっとした操作も割と難易度高めです。一番強い PC って Linux だからね。使えるの当たり前だよね。ちょっといきらないでもらえます？正直もう全部のゲームを Steam で買い直したくなる気持ちすら出てきたわ。そんな方でも GOG や Epic で買ったゲームや無料配布されたゲームも遊ぶことができます。マジ？ヒロイックゲームズローンチャーというソフトをデスクトップモードでインストールしてログイン、設定を行い、Steam に追加すると SteamOS のメニュー画面のゲーム一覧に表示されました。これならとりあえず買い直さなくても良いかも。しかしヒロイックゲームズローンチャーが Steam Deck に対応しなくなる可能性もあるので、まあ遊べるうちに遊ぶくらいの感覚でいましょう。ずっと対応しててほしい。高みを目指したい方は Windows をデュアルブートしたりして遊ぶのも楽しいかと。Windows 11ホームは 1.5 万くらいか割高になるね。遊び方は自由。私はとりあえずマイクロ SD 運用。この端末はマイクロ SD を挿入して、そこにゲームを入れたりして使えますが、Steam Deck 本体での作業が必要で、設定を開くからシステムタブから SD カードをフォーマットを選択してフォーマット初期化すると、使えるようになります。マイクロ SD1TB 欲しいね。急に高くなるんだよな。買うときは容量詐称に気をつけてね。USB-C 経由でモニター出力、Xbox コントローラーで遊ぶことも可能で、接続したり外したりすることも可能。スイッチみたいに使えるじゃん。対応モニターテレビが USB-C 出力に対応していない場合は、別途 HDMI 出力可能なアダプターやドックを購入すると良いかと。私はとりあえず、このオフィシャルではないドックを購入してみたんですが、Steam Deck 唯一の不満点です。何々？端子が上に一つしかないので、専用ドックがスタンドに置き、ケーブルを差し込む形態なんですよね。スイッチのドックと比べると一手間増える感あるね。まあ実際は重量がすごいので、耐久性を考えるとこの構成の方が安心ではありますけど、この仕様ならスタンドなしのやつでも良いかも。本体にキックスタンドを装着して、ケーブル接続。これで良かった感ある。
こういうハードって高性能な PC を持っている人がプラスで遊ぶものだよね。これ買うならもうちょいお金出して、まずゲーミング PC 買った方が良いよね、と思うかもしれませんが、というか思っていましたが、このハードはコントローラーでの遊び心地をより快適に、大画面プラス良いスピーカーで没入感を出し、ゲームの楽しさを最重要視して作られているゲーム機なんですよね。確実に難しいことを何も考えず、ただ Steam にログインしてゲームを買って使えるカジュアルさが強いね。おそらくバルブは PC を持ってなくて別に PC を必要ともしていないけど、Steam で販売されている PC ゲームをただそのまま遊びたい人も想定して開発しているのではと感じます。ゲーム機としてスイッチや PS5 を買うように Steam デックを買う、それも普通にありな気がするね。まだ Windows 導入や環境構築などの遊び方は何もしていなくて純粋にゲームを楽しんでいます。ただゲームを遊ぶ以外にも Steam デックはすごく色々なことができるので、一粒で何度も味が変わって楽しめそうで沼にはまってしまいそうです。いや、すでに。この動画が良いと思ったらチャンネル